豚骨から剥がれた身を取り出しているところですね。後でこれミキサーかけてドロドロにしてつけ麺のスープになるんですよ。自体はどれくらい時間かけるのね。1.5日ぐらい、昨日夕方から炊いてます。骨と入れ替え発表です。そうです。昨日入れた豚骨と牛骨全部通って、昨日から鶏ガラ入れて、鶏ガラ炊いて。1時間半ぐらい炊いて3種類、最初に切ったのが鶏胸で、あれは低温調理で、あと2種類がさっきのが豚バラと鶏ももとタレで1時間半ぐらい炊いて出来上がったやつです。3種類入れてます、ラーメンに。チャーハンに親父直伝で、はい、お父さんが、新庄でトンチンカンっていうお店でやってるんですよ。そこで教えてもらって、ここ開けたって感じなんで。あ、そうなんですか。で、向こうでやってる焼き飯をやってるんで。トンチンカンもラーメン屋なんですか。トンチンカンもラーメン屋さんです。お近くですか。新葛城市なんで、ここからでも結構30分、40分ぐらい。キャベツの芯もカットするんです。芯取ってますし、あとやっぱ嫌な人多いんで。キャベツは何に使うんですか。キャベツはね、焼きラーメンの具材です。
ございます。あ、やばい。醤油2つと、あと焼き飯1つ、で、唐揚げ2個入りのやつを。はい。はい、ちょっと待ってください。焼き飯です。唐揚げです。
以上でお揃いですね。はい。塩が塩、と唐揚げ2個唐揚げ2個入り。以上ではい、以上。はい。失礼します。塩ラーメン。なんかよくお店来られていえ、るんですか？初めてです、初めてです。初めて。はうんい。知り合いから聞いて、はい。その焼きラーメンうまいでって聞いて、どういった感じの味なんですかね？醤油ベースなのかな。結構お腹膨れました。ちょうどいいぐらいの量です。うんはい。辛いけど美味しかったですね。はい。ご注文何されたんですか？スタミナ焼きそば、あ、スタミナ焼きラーメンですかね。ラーメンでのジャンキーの方です。ジャンキーの方です。うんはい結構ニンニクとか効いてました。聞いてましたね。うんまあ、辛いの好きやったら多分美味しいと思います。はい。つけ麺の中。衣揚げと。ホルモンどこの部位？串のね肺で服って言って串の肺になる。珍しいですね。そうですね、焼肉屋さんとかにはないですね。めっちゃ好きなんです。あ、そうなんですか。息子がもう毎回頼むねんな。
け麺中はい熱いんで気をつけてください。めちゃくちゃうまいです。マリスープつけ麺の割りスープあ、はい。よかったら使ってください。焼き飯ですね。どんな感じですか、お味は。お味は結構野菜の味が玉ねぎの甘みとかがあって美味しい。つけ麺中とホルモン揚げ普通焼き飯で2050円ですね。はい。はい。で、はい。かしこまりました。塩、醤油、大盛りですか。2000円で持ってないよ。はい。塩です。はい。醤油です。子供のお茶碗になっております。はい。いただきます。味噌豚骨。お店はよく食われるんですか。家が近くなんで味噌濃い味パンチがいい。濃い塩やけど、なんやろな、なんか癖になる、なんかだしを飲みたくなる味。お父さんに自分の店したいねんけどどうしようかなって相談してたら教えたろうかってそれで教えてもらってって感じですね。
ジャンキージャンキー波で油淋1ホルモン1ジャンダイ1醤油2です。醤油です。油淋鶏。お待たせしました。ジャンキー大盛りです。最高ですよ。最高。最近よく来させてもらってます。うちは醤油、うまみ醤油です。お味が美味しかった。美味しかったです。お味の方はお味の方は美味しい。美味しいです。美味しい。醤油。醤油。はい。醤油と。お味の方いかがですか。美味しいよ。今日何頼まれたんです今日は塩。か。いつも塩ってわけではなく。いや、まあ、いつもバラバラで何食べても美味しいから。で、大体スタミナ、ラーメン、焼きラーメン。お味の方いかがですか。お店自体は何年の創業になるんですかね。10月で4年なんで、4年目なんで。2020年の10月。10月、はい、結構開業当初とか苦労とかあったんですか。最初はまあまあ新店って言われてバーってきましたけど、2年目ぐらいはちょっとやっぱ落ちてきたりもして、まあでも3年目4年目から常連さんもだいぶ続いて、新規のお客さんも結構来るようになってきて、最近は今はだいぶお客さん入ってくれるようになって。なるほど。3年
中度了解。はい、中華丼。ありがとう。お待たせ。2つしかなかった。だから安心です。ピリッと。
しての具材ですか？そうさっき入れたのはちょっと味付けするのに焼き豚のタレを絡めて、まだ焼き飯にも味がつくからね。水飲むか。暑いやろ。水でも飲んで。白いところがなくなって混ぜたら大体出来上がり。下やる。これで焼き飯にしよう。
つけたんだけども、今火切って余熱で揚げて下揚げよう。これまだ少ないよ。あ、そうなんですか。多分途中で追加せないかんとは思うけど、1人前4個入ってる。あの弁当箱の中に。これ大体5分ぐらい。ご苦労さん。これであと通ったらもう一回揚げてニラ揚げしてください。これが昼の麺類以外のお客さんのスープ。回収って現在の納涼床をするためにこれラー油作ったの。あ、ラー油ですか。そう。自家製なんですね。全部自家製。冷麺のスープがもうほとんど全部自家製。こうやってね、平成元年の1月の19日、34年かな。そう、一人で。昔は2時まで、朝の2時までやる。料理学校出てからね。で、神戸の中華屋入って、辞めてからナンバーシティでちょっと手伝い。それからあと2軒ぐらい、まあ、自分でやるためにやっとったからね。だから人よりも早い1時間ぐらい早いって仕込みを全部やってみたい。若い頃はね、やった。
はいわかりましたおおきにはいどうも特製ちゃんぽんランチフライ麺天津飯アロ特製ちゃんぽんランチいらっしゃいまよおはようさん天津飯と焼きそば持って帰るフライ麺のねいらっしゃい毎度ランチ了解ですよっしゃフライ麺の具4つもらったしはいおおきにありがとうはいありがとうよっしゃこれで前2セット出前
お待たせ。赤い月で1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降りました。はい、ありがとう。はい。ありがとう。ありがとう。690。ありがとう。よっしゃ。アメリカペロシ下院議長の台湾訪問のマーケットへの影響です。まずはラーメン美味しいです麻婆丼大。
ご飯ちょうだい。はい、中華丼。はい、焼き飯定食のラーメン。テーブル。はい、やまずはその危険お待たせしました。ありがとう。ありがとう。聞いてね。ランチちょうだい。はい、お待たせ、ありが
練習そうですね。考えですか。今のうちからやるところ程度のところはもうね、そうしていかないと、もう保健所大変、医者の皆さんも大変、治療に集中できないから、あと人は連絡くださいね、そうするとこっちでいろいろやりますよ。東京でもそういう。知事、この意見はどうお感じになってますか。了解。よく来られるんですか？ほんま毎日来てるよ。大きい。ありがとうございます。気をつけてね。はいはい。ありがとうございます。ありがとう。この部分ですね、見直されることと変わること。総局から変わることは、いろんな、その中でもっていうことがあるんでしょう。はい、いらっしゃい。はいど。だったら、卵閉じて。了解。お待たせしました。胡椒、胡椒使う。はい、いらっしゃい。冷麺あげるよ。よっしゃ。ちょっと言ってたらランチちょうだい。はい。
餃子やっぱりラーメン定食出してあげてありがとうお待たせもう一つ挙げられるのがやはり政治家と旧統一教会との対立。審判が描いています。その方とそれと関わりではないかもしれない。問題があることは数が増えた被害者のことですが、っていうのははっきり言うと、選挙が終わっても揺るだけでなく、野党そして地方の知事であったり市長などもこれ危ないですよ。次はい大きいありがとうございます大きにつけて大きにありがとうございます
がまあそうですね、結構うちあったんで、そこのだしにコマ昆布ってどのだしにも合わせやすいっていう特徴があるんで、炊き込みご飯のセットですね。きっかけっていうか縁があって、もともとサラリーマンとかやってたんで最初は。そうです。飲食好きやってちょっと縁があってうどん屋さんの知り合って、そこからなんかやってるうちにハマってもうて抜け出さなくなりました。人気メニューは何になるんですか？まあこのやっぱ牛すじか鶏天の入ったうどんか、一番は牛すじうどんですかね。牛すじうどん、牛すじぶっかけ、こう手間かかりますね。牛すじ自体扱ってるところが結構まあ少ないっちゃ少ないんで、牛すじっすね。大体下茹でで1時間ぐらいですかね。2時間近くもかかり味付けで、1日寝かして、で明日使用するという感じです。唐揚げをよく仕込むような感じで、名前も鶏天じゃなくて鶏から天に変えたのさ。もう唐揚げやんって結構言われるんで。
関東とか言ったら結構黒いじゃないですか、醤油自体が。はい。で濃いめの色もしてるんですけど、うちは言ったら結構透き通った黄金色のしただしで、味も、まあ、少しほんのり甘みはあって、あと干しがすごいすっきりしてるのが特徴なんですけど、ちょっと悪めですけど。すごい量の天ぷらですね。いや、これでまあピーク持てばいいかなと。しっかり準備しとかんとえらいメニューですけど、あと3時間で年末とか120人。そんなに。きめ細くなりますし、空気が入るんで麺自体にやっぱ食感も結構変わってくるんですよね。正直やらんのからかなり楽ですけどね。まあ言ったらケーキもね、こう風にかけて空気感を入れるじゃないですか。はい、同じコンビニなんで入れた方がきめ細かくて美味しいものができるんで、まあその辺ぐらいはちょっとこだわっとこうかなすごいきめ細やかやんでね、こんなちょうどいい感じ。冬なんで硬くなりやすいんで、ちょっと水温を高めにして。
もともとここにあったその酒とうどん一服さんは、ご主人がされてたんですか？僕店長でやってます。雇われで、はいはい、5年ぐらいもうオープンから、はい、買い取ってっていうか、っていう形で、独立させてもらって、で今に至ります。いやヤタガラスになったんですけど、2日しかまだ営業してないんでヤタガラスそうだから変わったことも知らない人結構おるんだけどさ、来ても「あれなんか変わった?」っつって「なんか看板が変わってるけど」って言って。美味しそうでしょう。1時間ぐらい置いて、で切っていきます最後。並べていきますね。今年もよろしくお願いします。お願いします。
層にもなっていく感じなんですかね。そうですね、これで鍛えて層をしっかり作ってあげるとね、ここサボってもうたら全く別の面になってまうんで、だからこの回数によっても変わりますし、ここは自分の何回か試しながら、茹で置きしないんで、どうしてもずっと茹でてたら時間経ったらもうどんどん捨てていくんでもったいないと思いつつ、そこは美味しいもの出すためにね、出来たてをもちろんだからどうしてもがどんだけやってもロスは出ますね。この量は毎日やるんですか？ほぼ毎日。手かけないよ。絶対ないと思う。かけないよ。あずみちゃんか。なんやな。おはようございます。
あ、戻って天気内で連れてきましょう。はい、どうぞー。いいよ。入れます。小盛りで。はい。年明けうどんです。あ、へえ、年明けうどん。限定ものがすごくいろいろ凝ったものがあるんで、季節ごとに、それを頼むんですけど、ほとんど本当は毎日来たいんですけど、結構並ぶじゃないですか。そうですね。だから今日行けますかとか聞いて、今日は行けそうって言ったら来てます。あ、なるほど。讃岐うどんみたいにこうコシがあって、でもちょっと喉越しはつるっとしたいい感じで、でも噛み応えはしっかりあります。さっきわかめいくな。
んで、一服さんも香川の本店の一服さんも何回も行ってたんですけど、こっちで、一服さんとしてオープンされた時から通わせていただいてて、うまみもめっちゃすごく出てて、雑味もないし美味しかったです。お店変わるんでね、やっぱり、味もどうなるんかなっていうのはちょっと心配やったんで、一安心ですね。しいよ。ちょっと怪しかったな今の。これ足りないでしょ。もうまだ12時でもうこんだけ足りないでしょ。いや。
ちくわ食べてください。店長。ああ、すいません。先輩冷やですよね。はい。はい。冷やぶっかけいきます。はーいよ。週2とか3とかで来るぐらい来てますね。うどんの口になってる時はもう大体ここへ来てます。僕カレーうどんがすごいとりあえず冬は好きで、まあ大体カレーうどん何でもここに来てるんで通われてるんですか。美味しいです。味は間違いないですね。讃岐うどんにしてはこうちょっと柔らかい、歯ごたえはあるんですけども、なんか大阪になんかうまいことあったような、それでもこれでしまった。ありがとうございます。20席ぐらいあったんかな。20席ぐらいあって、ほんでもう一人でやるようになってから改装して、その時でだいたい20席から15席ぐらいかな。で今これもう完全にもう一人でやっていくって決めてるんで、もうまだこれ最近改装して12席、だんだんね縮小になってきてんねんけども、まあおかげさんでお客さん変わらず減らんとね来てくれてます。
これはねもう焼き飯の肌合は全部ね焼き飯。これ特注が、ガスではないんですよ。これ灯油で炊いてるんです。だからバーナーでこんなん多分あんまり見たことないんちゃいます？結構珍しいもんなんですか？珍しいというか、まあ、第一朝日の系統はみんなこれ使ってやるね。でうちのラーメンは濁らしたらあかんからね、もう箸でこう常にこう操作。その理想的な麺みたいなのってあるんですか？その自分の思う。膨らみとで湯がきの速さ、時間。もう遅かったら回転悪くなるし、お客さん待たせるし、膨らまへんかったらで細麺のままで上がってしまうからまた食感が違うでしょ。そこのところはやっぱりね、まあ、自然のこともあるから、そう言うてた湿気とかそんなこともある、温度とかもあるから結構難しいんやけどね。
や何回も考えてんねんよ、何回も人入れようかって考えてんねんけど、やっぱり今のこんなん言うたらおかしいけども、やっぱり若い子が長続きせえへんいうことでね、来てもらおうはやめるわ、来てもらおうはやめるわやったらまた昔と同じことやから、もうそれやったら一人しんどい目したらええわ思ってね、今一人で頑張ってるから、もう一発勝負したいんやけど、やっぱりねなかなか本気でがつかんね。そうそうそう、もう大体お客さん何食べるかっていうのを把握してるんで。ちなみに先ほどのいつものお客様は何をご注文されますか？ラーメンセットの、ネギのトッピングですね。
来られるんですか？月2、3回は。なんかお味いかがでしたか？でも最高です。ラーメンセットで焼き飯何にしてもらいますか？こう手で温度をさっき測られてましたね。こう麺の硬さ。硬さですね。硬さ。硬さです。手でわかるんです。手で分かるんです。これね、つまむとね、麺に線が出てきるんですよ。その線が太いとまだダメなんですね。細くなってきたとぐらいが揚げ時なんで。ありがとう。ありがとう。ワンオペやから料理作ってすぐ持ってって帰ってきて洗ってわかるかな？ちょっと線が出てます。真ん中に。これはちょっとまだ硬いから。お味いかが？いや、美味しいですよ。はい。大体朝日の味やな。一人でワンオペでやりだしてからね、14キロ痩せてるんですよ。14キロですか。これだけやっぱ大変ってことですね。大変やね。ありがとう。
さんお肉入ってますよね。そうです、5枚に入ってます。 5枚。厚切りの肉ね。どっちもチャーシュー5枚入るんですね。サービスしすぎですよね。本当ですよ。もうよくお店来られてるんですか？僕は週1か2週間に1回ぐらいです。あ、もうそれでもういつものっていう感じで。そうですね。お味いかがですか？とても美味しいですよ。めっちゃ緊張するわ。ラーメンセット2つ。はいよ。何と何で迷ってはったんですか？デラックス。デラックスと。い
いいよ。味の方いかがですか？安定的に美味しいです。安定的。ラーメンですと。
晴れのち曇りでにわか雨、雷を伴うでしょう。滋賀県南部は晴れのち雨で。味の方いかがですか？美味しいですね。一時週に3回ぐらい来てましたね。いつもまだ結構変えたりしてあるのに必ずもう言わなくてもやってくれるんで来たらやってくれるんでこれはうちの、焼き飯セットだと両方少々なんですよ。で前までこれ普通だったんですけど20キロぐらい取っちゃってちっちゃいにしようと思ってお味の方美味しいです。まだ2回目なんであれなんですけど、やっぱり美味しいな。チャーハンも美味しいですし、ラーメンも絶妙に美味しいです。一つ飲みと飯は小。はい。これのそば痩せますね。痩せます。めっちゃ暑いですもんね今日。結構よく来られるお店の時間です。たまにな。なんか醤油ラーメンじゃなかった時に。お味ももう気に入られて。まあ飯と合うわな。ありがとう。一番こうお客さん入ったなっていう日で何人ぐらいが最高なんですか？この6年で。はい。6年でまあオープン当初だったらそれはもう200人近く来てた時もあったし、でやっぱり一人でやり始めてからやっぱりキャパいうもんあるからね、やっぱり最後60ぐらいかな。スープの限界とか、で麺の数も大体もう60って決めてるから、それ以上行ってしまうともう店閉めますよみたいな。もう俺の体がね、もうそれが限度やからでスープも限度やしね、もうそれから10時半からコンスタントに入ってくれたら1時には完売してます。おいくつなんですか？これ、年、54。まだまだもうええ年いってるよ。いや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 もうええ年いってるよ。だけどね、みんな来てくれてくれはるからね、頑張らんとね。
台結構量あったと思うんですけど。結構世間の台よりはちょっとボリュームあると思いますよ。はい。味も結構気に入られてる感じ。そうですね。まずかったら食わないです。そうです。ありがとう。今日も一日ありがとう。満タンにしとかんとね、釜が焼けてるから釜が穴開くから、で水満タンに運ぶ。じゃあありがとうございました。ありがとう。大きに。
もとどこかで修行とか。もともと創作料理屋さんで働いてました。中華とは違うんですか？中華料理屋で働いたこと一回もないんですよ。実は。まあ洋食と中華がメインの創作料理屋さんで、そこでこう中華のコックさんも何人かいて、でその中華のコックさんが作るまかないがめちゃめちゃ美味しくて、それで中華いっちゃ美味しいなと思って、で中華料理屋しようと思って。茹で鶏に冷菜あるんですけど、それにかけて食べるやつです。これは結構オリジナルですね。
まだどうぞ。ありがとうございます。行くんで。麻婆豆腐と、はい。焼きシューマイ。焼きシューマイ。はい。エビマヨ。はい。はい。はい。ナイフは専門高いですね。ハマってんじゃん。だってあの人が自分自らああやって動くんだよ。初めて覚えとってくれる。はい。エビマヨサラダスターです。うまい。マジでうまい。絶対食べます。エビマヨも結構人気ですか？人気ですね。めっちゃ。でもやっぱ女の子好きですね。めっちゃ。はい。焼きシューマイ。なんかちょっとごめんけど若干の言葉を選んで言うてそれや後輩力みたいなところがする。例えばこのタイミングで絶対お客さんに連絡するでしょっていうのができたりとか。
で、話この間やったけど、ちょっと。そこも大丈夫やったけどね、一応ね。まあ、その分は言ってくれてるからかもしれないけど。確かに会社怒らへんのは。したことないわ。絶対最悪。ほい、麻婆豆腐。一番のお気に入りのメニューとかあるんですか？麻婆豆腐か、卵の閉じるやつなんだっけ？あ、カニ玉よ。カニ玉。あ、カニ玉。あとシューマイもうまいですね。はい。具材めちゃくちゃ多くないですか？そうなんですよ。ついね、多くなっちゃうんですよ。ゴールドで4、5万ぐらいか。で、いきなりプラス年からいきなり2、30万円かな。めっちゃ美味しいです。めっちゃうまいです。味も美味しいんですけど、麺がすごいいいですね。はい。一回揚げて焼く。の方があんを吸うんですよ、麺が。あ、いいですか。どうぞ。あ、じゃあこっち。いらっしゃいませ。じゃあどうぞ。あ、知らんもんなんだ。もうやってる。さっきもやってる。じゃあ俺かけ。あ、ないの。白子いくつ。高く5台から焼いて。じゃあ。ゆだりどりですね。とりあえずそれを。
クレバの方があ、そうなんですか。2人おんの。あ、白子なんだ。それしない。一応そうやな。なんだドライ。白子行く？白子。あ、白子全然知らなかったです。あ、その。こっちが白子入ってる。白い。はい。麻婆のお味いかがですか？最後です。美味しいですか？美味しいです。最低があれになるっていう可能性もまあ少なくなってるっていう感じなんですけど。なんかほんでな、ちらっとノーカットはやばい。いらっしゃいませ。なるほど。じゃあとりあえずそれもまずこれで。はい。あざす。お皿これでいくわに。うまい。これは頼まないときはないです。絶対頼んでますね。
給料として見たら、各家3人やるある程度そのまっすぐこれ全然若いよ。はい、お待たせです。チャーシューレタスチャーハンです。すぐやれ。披露宴があるんですけども。はい。4日後ですか。4日後。おめでとうございます。ありがとうございます。二次会でね、でも本当にちょっとちゃんとね、食事制限しなあかんけど。やっていったろうってなった。ついてまうわな。
大事やよ。ごめん。エビマヨはやっぱりめっちゃ通ります。エビマヨね、通りますね今日。はい、まずエビマヨ2人前から1台にまとめました。全地によって十分ちゃう。2人前なんでちょっと山盛りっすね。もうええわ。もうちょっといる。最初でもおお。はい、ありがとうございます。よいしょ。来ました。いや。杏仁豆腐も手作りですか？もちろんです。はい、作ってます。めちゃめちゃいい。ですよ。見られてるから行かなあかんって言ったので途中まではそんなやめようと思ってたんだけど、撮影に全然合わない。ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しい。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。久しぶりに。あ、じゃあまた美味しい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。もうご主人ともかなり仲良さそうやったんで。地元そうで幼馴染です。幼馴染で。幼馴染なんですね。はい。麻婆豆腐がやっぱ絶品でしたね。麻婆豆腐。麻婆豆腐やっぱおすすめですね。あと杏仁豆腐が。僕は杏仁豆腐自家製杏仁豆腐が美味しかったですね。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。またありがとうございます。ありがとうございます。よく来られてるんですか？よく来ます。週1ぐらいですね。あ、週1で。何が一番おすすめですか？麻婆豆腐。麻婆豆腐。はい。はい。ありがとう、ジさん。ごちそうさま。ありがとう、藤井さん。ありがとう。明日も来るわ。ほんま、待ってる。じゃあね。ありがとう。店名はなんでまたジャムっていう？これしょうもないんですけど、僕昔働いてた会社でほんまにコックコート、こういうもっとちゃんとした真っ白のコックコート着てコック帽をかぶって、で髪の毛もじゃもじゃで顔パンパンやったんですよ。その姿がジャムおじさんみたいっていう話になって、そっからジャムさんっていうあだ名になって、それが結構浸透していったんで、このままじゃ店のネモンジャムにしようと思ってジャムにしました。ジャムおじさんのそっちの方なんですよ。僕はほんまにこういうもじゃもじゃってやってたんですよ。その当時の。はい。でコック帽かぶって真っ白のちゃんとしたコックさんの格好してたんで。
3種類仕込んでいきます。この中で低温調理するので、大体4時間半から5時間ぐらいですね。ご主人はもともとどこかでご修行とかされて独立されたんですか？はい、そうですね、1年半ぐらい、煮干しラーメン玉五郎ってところで、勉強させてもらって、でここのお店は、煮干しと鶏白湯のそのダブルスープということで、南大阪地域でこの煮干しメインで取り扱ってて、でしかも全面にこう煮干しを出してるお店っていうのは少ないので、それが売りなんです。一番商品として出るのは、特製ラーメン、が一番出ます。村上朝日製麺所さんというところでうちで特注の麺を作って各店舗それぞれ違うんですけど、うちは2種類です。ラーメンとで、あとはつけ麺と松葉は併用で。
は黄身を真ん中に寄せるためです。回してあげることで遠心力で固まらないうちに。あえ玉っていうのが聞いたことないですけど、替え玉は替え玉やと思ってくれたら、替え玉に味とトッピングが乗ってそのままでも食べれますし、でつけ麺みたいに浸してもらってもいいし、そのままラーメンにそのままダイブしてもらって替え玉みたいに使ってもらっても。セメントみたいなそれだけ見たらとても美味しいように思うんですよね。香りはすごいいいですもんね。もう 100% やから全部煮干しやから。ここは割りスープを置いて水割りスープのテーブルにちゃうとかなんか最高ですけど、ね、毎日やっててもやっぱ多少のブレはあるので、そこはもうスープとか返しとかで調整してでちゃんと出せるような商品で毎日やってます。それびっくりドリルがいきなり来て
客さん注文受けてから切るって感じですか？あ、もうそうですね。じゃないとだんだん劣化していくし、家庭に当たったらまあ色味も悪くなっていくので、基本的にはもうオーダー取ってからカットしていきます。はい、わかりました。はい、行きましょうね。今出券からお願いします。今お疲れですね。ラーメン大盛りから上がります。麺類少々お待ちください。お待ちください。お待たせしました。ラーメン大盛りで2つ目気をつけてください。60でラーメン、ごめん、混ぜそばね。いいよ。これ煮干しと白湯混ぜてるんですか？そうです。この白湯と煮干しをここで1対1で。このラーメンちょっと。こちら特製ラーメンになります。器熱いので気をつけてください。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。お気をつけて、またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。おおきに。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、オッケー。東関さんね。いいよ。運び行きます。はい。はい。よく混ぜてお召し上がりください。あと少々お待ちくださいね。今お預かりよろしくね。いいよ。はいよ。お待たせしました。こちら味玉つけ麺の香辛料なしね。ちょっと器熱いから気をつけてね。はい、どうぞ。スパイシーやけれども食べやすい感じ。荷物よかったらいつの下にカゴあるんで。ごめんなさい、少々お待ちください。サラミ2丁入ります。いいよ。どうぞお待ちさんね。いいよ。大盛り取り分け用です。はいよ。セラーメンの方になります。お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。お待たせしました。こちら卵ご飯になります。こちら醤油の方になっております。はい、こちら今日どうぞ。麺類少々お待ちください。お待ちください。お待たせしました。特製つけ麺並。で、下の皿もください。はい、どうぞ。どうぞ。
いらっしゃいませ。すみません、ラーメン大盛りからで。ありがとうございます。つけ麺お待ちください。お待たせしました。こちら炙りチャーシュー丼になります。はい、どうぞ。あとこちら卵がご飯になります。つけ麺少々お待ちください。はい、特製つけ麺特盛りの圧です。気をつけておろしてくださいね。はい、お待たせします。どうぞ。はい、すみません、スープです。下の皿持ってくださいね。ありがとうございます。特盛りなんで2杯目スープついてます。おかけのタイミングで声かけてください。はい、じゃあ割りセットです。いただきます。どうぞ。はい、おめでとうございます。ください。どうですか、わし。めちゃめちゃ美味しいです。最高です。友達が前に来てて、はい、それで美味しいっていうので聞いてきました。もう想像以上にめっちゃ美味しいな。めっちゃ美味しかったです。びっくりしました。ちょっと特盛りやったんで、もうお腹いっぱいです。はい。天丼前そば何回？はいよ。前缶です。はいよ。割りセットはもう全部書いてくれた？あと、3箇所です。はい。どうぞ。どうぞ。つけ麺が2丁上がってます。上がったです。それ出したらいってあげて。はいよ。それ出したらいってあげて。はいよ。こちら炙りチャーシュー丼になります。麺に来るのお待ちください。お待ちください。つけ麺並盛りご注文です。はい。で特製つけ麺の大です。前ごめんなさいね。スープをお待ちください。美味しいですね、やっぱり。めちゃくちゃ美味しいです。10回以上来てます。10回以上。はい。ラーメンも美味しいんですけど、つけ麺がやっぱり特にすごく美味しいなと思って、つけ麺とあとこの炙りチャーシュー丼、この2つは本当になかなかおかげないような感じの美味しさですね。この2つばっか食べてますね。はい。はい、いらっしゃいませ。バトナメさんですか。じゃあ、お母さんお部屋持っていってあげて。タコ弁をもらいます。今焦ら
じゃあチェック終わったら先頭待ち3号。いらっしゃいませ。はい、お待たせします。どうぞ。後ろ取って出前館。はい、よくどうぞ。実はそんな温めてないんで。なので、お好きなタイミングで声かけてください。新しいの持ってくるんで。じゃあ、美味しいですか？美味しい。すみません。お待たせしました。つけ麺、特の麺のあったかいものになります。はい。こちらの方になります。はい。特のお客様、全員特ですよね。はい。いや、もう20回ぐらい来てるかもしれません。でもいつも混ぜそばです。めちゃくちゃ美味しいです。いつも。想像以上に美味しくて、煮干し結構好きで食べるんですけど、もう煮干しがすごい強くてちょっとびっくりしたぐらい美味しくて、で煮干し濃いとちょっと苦いなってあるんですけど、そういうのがなくてすっきりとしてて美味しかったです。これめっちゃうまそうに見えません？これ一番綺麗じゃないですか。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。しました。どうぞ。